つて国際社会は多様な人々が混じり合うことで世界はより豊かになると信じ、困っている人を助けるために国境は開かれているべきであるという理想を掲げた。しかし今、その美しい言葉は欧州全域に押し寄せる過酷な現実の前にかき消されようとしている。Around 1 million migrants and refugees, mostly fleeing from conflict in the Middle East, came to Europe requesting asylum. 欧州全体が歯止めの効かない不法入国による社会保障の破綻、治安悪化、社会の分断に苦しめられている中、多様性という言葉の真逆、不法に入国しようとする移民を撃ち殺すという極めて冷徹な強硬姿勢で国境を封鎖し、移民受け入れに対して最も厳しくしてきた国が存在する。What's your opinion about shooting down illegal immigrants? Jeżeli jest zagrożenie życia, to jak najbardziej. Moim zdaniem jest to uzasadnione, tym bardziej, że国内外では極めて現実的で正しい決断と高く評価される一方で、基本的人権の侵害として厳しく非難もされるほど極端な自国第一主義。Off. We're gonna pay. We're not gonna take them. We'd rather pay than be killed. そしてこの国は現在、多様性という理念を信じた国とは違う道を進み、欧州最高の経済成長を遂げ、犯罪率は最低水準を誇る世界一安全な旅先の一つと称えられる。今回はこの国はなぜ批判されながら他の欧州国とは違う冷徹と呼ばれる道を進んだのか、その実態に迫ってみました。すごいところ。海は抜けてくるんやな。はい、皆さん、What's up? バッパー翔太でございます。現在はポーランドの首都ワルシャワに来ております。今回はですね、近年世界で話題の移民問題、僕もですね、実際にオーストラリア、スウェーデン、アメリカとね、足を運んだんですけど、今回ね、ポーランドはヨーロッパで最も自国第一主義を貫いている国ということで、徹底した移民政策、聞いた話によると、不法移民を撃ち殺すほどということみたいなんで、今から実態見ていきたいなと思います。さて、その前に空港着いたばっかりなんで、まだ eSIM のね、アクティベートができてないんで、今からしますか。今回はですね、フライト前に eSIM を購入してたんで、あとはアクティベートするだけ。今回僕はですね、ヨーロッパ25日間無制限のデータ通信を使いたいということで、まずインストールしてアクティベートします。で、アクティベート完了したら、このセッティングのところに入ってデータローミングをオンにして完了です。はい、ということで実際にネットが使えるようになったということで、街中まで行きたいんですけど、今調べてるとタクシーアプリで行くと街中まで35から55ズオティ、電車やバスだと 4.4 ズオティということで、今回はちょっと電車でね行ってみたいなと思います。てかポーランドユーロじゃなくてズオティなんや、全く知らんかったな。そんな感じでですね、空港着いてから全く時間をかけずにネットが使えるオラフライさんの eSIM、ほんま旅には最適です。概要欄にね、リンク貼ってるんで皆さんチェックイットアウトしてみてください。ポーランドの電車すごいですね。すごいハイテク、びっくりでございます。で、チケットも電車の中で買えるし、アプリを使って乗車することもできるみたいです。皆さんはポーランドと聞いてどのような国を想像しますか？現在ポーランドは様々な分野から世界中の注目を集めています。まず、ポーランドは近年ヨーロッパの経済を引っ張る新たなリーダーへと急成長。事実、失業率は EU の中で最も低く、コロナ禍の後もヨーロッパ最高レベルの経済成長を達成しました。その勢いは欧州の奇跡とも呼ばれ、一人当たりの GDP でドイツを追い抜くとも言われています。さらに注目されているのが治安の良さ。夜道を女性一人で歩けるほど安全であり、女性の一人旅に最適な国の一つと称されるほど平和で、犯罪率はヨーロッパで最低水準。今や歴史的な遺産や豊かな自然だけではなく、世界一安全な旅先の一つとして世界中の旅行者から熱い視線を浴びているそうです。さて、ここがですね、中心地付近なんですけど、ちょっと想像とは違って、見てください。ガラス張りの高層ビルが立ち並んでて、街もですね、ゴミ一切落ちてなくて綺麗で、かなり近代化が進んでるなっていうのが最初の印象ですね。
近年ドイツやフランスなどの西洋諸国では経済の低成長に苦しむ中、ポーランドが目覚ましい経済成長を遂げている背景にあるのは産業構造の劇的な変化。かつてはドイツの安価な下請け工場とも呼ばれたポーランドだが、今やその姿は過去のもの。マイクロソフトやグーグルといった世界的な IT 巨頭が数千億円規模の拠点を構える AI 開発の最先端国家へと生まれ変わった。さらに、世界シェア2位を誇る EV 用バッテリーなどの強力な製造業や欧州の食料庫と呼ばれる豊かな農業がこの国の経済を土台からしっかりと支えている。その勢いは圧倒的で、現在では逆にドイツやイギリスといった西洋諸国からポーランドへ移住する人々が急増。欧州で最もエネルギッシュな国として世界から大きな注目を集めているそうです。人々がポーランドを移住先として選んでいる理由として、単なる経済成長を超えた実生活の豊かさにあるそうで、新たな経済構造を持つポーランドでは給与が爆発的に上昇中。聞いた話によると IT などの専門職では年収1500万円クラスにもなるとか。プラスポーランドはですね、世界で最も早く1日8時間労働を法制化した国の一つで、現在もさらなる改革として週4日勤務や労働時間短縮の試験的なプログラムを開始するなど、欧州で最も進歩的な労働環境の一つとも呼ばれているみたいです。さらにね、国を挙げた税制と家賃と物価の安さによって働く人の手元に現金が残りやすい環境で、実質的な豊かさは世界最強クラスとも言われているみたいです。Wydaje mi się, no chyba pan widzi, że ludziom chyba się żyje nie najgorzej. Wszędzie jest pełno, wszędzie w kawiarniach. No mi się wydaje, że nie najgorzej. Jakoś moim zdaniem nawet dobrze. Chociaż te opłaty to są drogie, ale w porównaniu, jeżeli ktoś nie jest rozrzutny, tak normalnie żyje, przeciętnie na normalną pensję, da sobie całkowicie radę. Tak ogólnie ja jestem na emeryturze, no powiem panu, że stać mnie raz w roku gdzieś pojechać i nawet za granicę i z tego, tak moim zdaniem jest chyba lepiej jak było. 実際、物価も安くてかなり住みやすそうで、聞いた話では手取りの約7割を貯蓄や投資に回せる人もいて、ここでの年収1500万円は日本や西洋の2500万円クラスの贅沢な暮らしに匹敵するそうです。稼げる、残る、安全の三拍子が揃ったポーランドは世界的に評価され、2026年にはポーランドのクラクフが世界最高のデジタルノマド都市第1位に選ばれるなど、今世界中から移住先として大注目されているそうです。近年欧州全体が不安定な情勢で揺れる中、なぜポーランドでは平穏を維持できているのか。その鍵は困難な過去の歴史から導き出した極めて現実的な国家戦略、徹底した移民政策と他国の理想よりも自国を最優先する揺るぎなき自国第一主義にあると言われているみたいです。現在のポーランドに人類の祖先が住み始めたとされているのは今から約50万年以上前。アフリカから北上してきた原人が現在のポーランドに現れ狩猟採取の生活で暮らしていた。その後長い年月をかけ文明や社会が確立されていき、ローマ帝国との交流で文化が栄える中、数世紀にわたる民族大移動の激動を経て多様な文化が融合し繁栄していった。やがて平原の民と呼ばれる現在の国名の由来ともなるポラーニ族が現れ、周辺の部族をまとめ上げ国家の基盤を築き、その統治者がキリスト教を受け入れヨーロッパの国々の仲間入りを果たすと、周辺の大国や教会からも認められ、1025年には正式にポーランド王国としての地位を確立した。その後は周辺国との領土争いが続く中、当時ヨーロッパ最強の軍事集団ドイツ騎士団に抵抗するため、隣国のリトアニアと一丸となり強国を作ったことにより歴史的な勝利を収め、欧州最大級の勢力として黄金時代を迎えた。しかし、その栄光は長くは続かなかった。ポーランド王国内の政治情勢が乱れ始め、内側から崩壊し始めると、この隙を見逃すはずもなかった周辺国の度重なる侵略によって、かつての黄金時代と呼ばれた王国が衰退していった。さらに拍車をかけるように隣接する三強国によって3度にわたるポーランド分割が強行され、
ポーランドは必死に抵抗したものの圧倒的な軍事力の前に力尽き、1795年、ポーランドの名は一度地図の上から完全に消滅してしまうことに。国家消滅という地図に名前がない苦悩の時代が123年もの間続く中、ロシアなどによる過酷な同化政策下でも人々は言葉と文化を必死に守り、何度も独立を求めて立ち上がった。しかし、第一次世界大戦が勃発すると、ポーランドを支配していた三強国が互いに争って自滅するという奇跡のチャンスが訪れる。その機会を逃さず、軍事、外交、内政の3つの戦略を巧みに組み合わせ、指導者を中心に国民が一丸となったことで、1918年、ついに独立を勝ち取った。ところが、この自由を長く続くことはなく、1939年、ナチスドイツとソ連による挟み撃ちを受け、第二次世界大戦の悲劇に飲み込まれたことにより、再び国土を分割され、ナチスによって数百万のユダヤ人が収容所へ送られる中、ポーランドの人々も死の恐怖に抗い続けた。それでもワルシャワの市民は自らの自由を取り戻すため、ナチス軍へ厳しい市街戦を挑んだが抑え込まれ、約25万人もの尊い命とともに歴史ある街並みは徹底的に破壊されてしまった。その後、第二次世界大戦が終結したものの、真の自由は訪れず、敗戦したドイツに代わり影響力を強めたソ連による共産主義体制を強いられ、数百万人の強制移住を伴う理不尽な国境変更が強行されるなど、新たな抑圧の時代が始まった。しかし、それでも自由を求める日は消えることなく、その後も独立自治労働組合を発足し、ソ連の衰退と国際支援とともに、武器を使わずストライキと対話による平和的な戦いを行った。こうして国民が一丸となり厳しい弾圧を乗り越え、1989年、ポーランドはついに真の独立と民主化を勝ち取った。ここがですね、旧市街地なんですけど、第二次世界大戦中は壊滅状態だったみたいなんですけど、住民たちの私たちの文化や歴史を消させないという強い思いからですね、復元させたみたいです。なんか近代化した街並み、中世や近世、さらにはソビエト時代の建物も今も残る超ミックスした美しい街並みって感じですね、ワルシャワ。なんかどんなに辛い過去に打ちのめされても、それを土台にさらなる繁栄を築き上げるっていう不屈の精神が人々にあったんではないんかなってこう歩いてて感じますね。Alright, thank you so much for your time. Thank you for being here in beautiful, safe, clean Poland. Welcome to Poland, welcome you, but I'd like to say hello to everyone in Japan. Yeah. I hope you're gonna come, you're gonna see how beautiful this place is, how safe this place is. It's a beautiful Sunday. I don't wear a suit, it's a beautiful sun. We've got people going out from the church because, as you know, you are a Christian country. Why is it important in this introduction? I'm gonna tell you in a minute. 今回はポーランドをより深く知るために、この方、政治家のドミニクさんに案内してもらいます。彼はポーランドの右派政党法と正義に所属しているポーランド出身の欧州議会議員です。そう、今からですね、彼と共にポーランドを回るということで、政治家の方と、歩くなんて今回僕初めてですよ、バッパーショートチャンネルで。So can you walk without security? It's very surprising you are walking around. No, you don't have soldiers with shotguns. You don't have that. Yeah. Obviously, we do have police. We are not silly. You have to have some security, but there's no soldiers on the streets like you see in Belgium. We don't have that. There is no need for that. What we have instead of soldiers is that. This is what we got. Poland, man. Yeah. Be like Poland. Be like Poland. While Western European countries are struggling, what do you think are the reasons why Poland maintains its safety, low unemployment rate, and low crime rate? The reason is, and I'm going to be very straight, zero illegal migration. We don't have hundreds of mosques. We do not have hate preachers.
we don't have what Europe has for years. So that is the reason I accepted your invitation. I think it's very important to show the difference. Right. ポーランドが違法移民ゼロを貫くきっかけとなったのが2015年の欧州難民危機。当時 EU は難民の特定国への集中を防ぐため、各国の人口や GDP に応じて強制的に難民を割り振るクォーター制を導入。しかしポーランドは国家主権の侵害や治安悪化を懸念してこれを拒否し、自国の安全を最優先する独自の道を歩み始めた。その背景には EU のルール破綻があり、本来 EU の原則では最初の到着国で身元を調べる決まりだったが、当時最前線だったイタリアやギリシャには毎日数千人がボートで漂着。現場は完全にキャパシティオーバーに陥っていた。結果、審査のないまま多くの人々が移動し、ドイツには100万人規模の難民が流入。EU の国境管理は機能していないとヨーロッパ中に激しい不満と不安が広がった。この大混乱をよそに不法移民を徹底して止めたポーランドは欧州トップクラスの治安と極めて低い失業率を維持することに成功。テロの脅威がない安全な国になったことで世界中から巨額の投資が安心して集まる国へと急成長を遂げた。In practice, it's about German business now. I must say, I'm really sorry. Germans are making money, most of it, and that's why there is so many people unhappy about EU. That's why Great Britain left. That's why and other countries are starting to discuss about leaving EU. That is a serious problem. Greed. I think they are thinking about themselves only, and that is the main problem. So I think it should be reshaped. That's the only way to do it. If not, it will not survive. That's number one. Greed. Then absolutely ridiculous migration policies. But these migration policies arrived and came to the countries because of Angela Merkel, who was looking for cheap labor. She started it in 2015. So again, greed. She was looking for cheap labor. She invited them, and then the terrorist attack started. そして現在 EU は難民問題に対し新たなルール、義務的連帯を打ち出し、加盟国に3つの選択肢を提示した。1つ目は難民の直接的な受け入れ。2つ目は拒否する代わりに難民1人当たり約2万ユーロの支払い。3つ目が国境管理の運営支援。しかしポーランドはすでに100万人以上のウクライナ避難民を受け入れている実績を主張し、追加の受け入れはもちろん、このペナルティの支払いさえも断固拒否する構えを固めている。Well, they gave us an option. I mean, European Commission, you're going to receive illegal migrants or you're going to pay 20,000 euros per person. And we said, off, we're going to pay. We're not going to take them. We'd rather pay than be killed. Yes. Money will not give you life when you're killed. Yeah. Why there is no terrorist attacks in Poland? Zero. None. Why? Because of our smart policies. Our conservative government was right. Myślę, że nie ma się czego obawiać. Ja akurat nie jestem z Warszawy, tylko z Zielonej Góry, ale tam jest dużo obcokrajowców. Jakoś nie czuję zagrożenia żadnego z tego powodu. Dużo mamy sąsiadów Ukraińców w Polsce, ale to są ludzie, którzy u nas pracują, nie? Którzy też chcą zarobić, chcą żyć. さて続きまして議員さんと一緒にご飯ということでポーランドのですね美味しい料理をいただきたいなと思います。さてこれがポーランドの食事っていうことで Okay, so this is Polish pierogis. Right. My God, look at that. Look at this meat. Yeah. So nice. What kind of meat is that? Beef? It's different. Yeah, it's beef, it's pork. It's different, but it's so tasty, Yeah. so soft. This is like the first love. 皆さんいただきます。うわ You see how gentle Very it is? good, very soft, Yeah, yeah. very soft, yeah. 肉とこの周りの生地がめちゃめちゃ柔らかくて口の中でとろける感じ。日本の餃子とは全く違う感じでめちゃくちゃ美味しいです。Now, as a starter, we've got beautiful Polish tartar. It's a beautiful tartar. So this is just a starter. So Polish people don't mind eating the raw eggs. Of course not. Oh yeah? We love it. Right? Look at that. Beauty.
And this is for you, my friend, and for everyone who is watching. Thank you so much. Try this. そう、このタルタをねいただきたいなと思います。My favorite. It's not bad, huh? It's really good. Told you. It's very good. So you told me Germany is there are mosque more than church, right? Yeah, churches are sold now because they are empty, and there's so many mosques. It's crazy. Same in England. Look at England. The churches are becoming pubs. That is the problem. Your identity, this is what I said before, your identity will be destroyed if you will let people from outside, and they called me Islamophobe. No, I'm not Islamophobe. I'm reading a data. That's only a data. You can see what is happening around the world. ポーランドがここまで強硬な姿勢を貫くのにはもう一つ大きな理由があると言われており、それが隣国ベラルーシによるハイブリッド攻撃。ハイブリッド攻撃とは軍事力だけでなく、情報戦や移民などを組み合わせて国家を混乱させる戦略のことで、現在ベラルーシは中東などからの移民を意図的に集め、ポーランド国境へと押し寄せるよう仕向けていると言われている。ポーランド政府はこれを移民を生きた武器として利用した国家ぐるみの攻撃だとみなしているが、一方でベラルーシ側はこの主張を全面否定。むしろポーランド側が難民を虐待し人道危機を招いていると厳しく非難し、責任を追及していると主張しているみたいです。So what else is crossing the border? Not only humans, right? Of course not. It's not only about jihadists. It's about smuggling drugs, guns, tobacco, drugs mainly. あ、いや、欧州連合などの調査によるとね、ベラルーシ政府によるハイブリッド戦争は国家ぐるみの巨大ビジネスでもあると言われているみたいで、 EU への入国を餌に中東やアフリカの人々から数千ドル、時には1万ドルを超えるようなパッケージ料金を徴収。この不法越境モデルはですね、月に1000万ドルを超えるような純利益を政権にもたらしていると推測されているみたいです。このハイブリッド戦争に対し、ポーランドはベラルーシ国境の約186キロにわたって高さ 5.5 メートルの鋼鉄の巨大な壁を建設。さらに3000台の暗視カメラやドローンを使い24時間体制で監視を続けているみたいです。しかし変わったのは壁だけではありません。2024年、国境で兵士が移民に襲われて死亡する悲劇が発生。さらに警告のために銃を使った兵士が逆に罪に問われたこともあり、国内は大きな議論に包まれた。これを受けて政府は法改正を行い、国境警備に当たる兵士が任務中に武器を使用できる範囲を明確にし、正当な職務での使用については法的に保護される仕組みを整えた。このルールについてドミニク氏はどう考えているのでしょうか。Everyone can come to Poland, but you have to do it legally, not through the forest. This is violation of the law. So you don't mind shooting them? The law is very clear. If you're crossing illegally and you want to attack our soldiers, border services, you might be killed. You might be dead. They are allowed to use their weapons to protect our country. This is what they do. That's their job. Yeah. ポーランドの首都ワルシャワから東に直線距離にして約 200km。 国境にそびえ立つ巨大な壁を実際に見に行ってみます。さて皆さん、ここがですね、噂の国境でございます。アメリカと行った時と全然違う感じで、すごいね、農家の中にですね、こんな感じで、国境の壁があるって感じですね。いや、こんな壁、人間が乗り越えれる壁じゃないっすよ。どうして乗り越えるんやろ。もともとはですね、物理的な壁がね、一切なくて開かれた場所だったみたいで、森とかですね、湿地帯が国境の代わりになってたみたいです。実は今、国境を要塞化しているのはポーランドだけではないそうで、近年ロシアやベラルーシと接するヨーロッパの東部国境では軍事侵攻を防ぐための巨大な防衛ベルトの建設が急ピッチで進んでいます。ポーランドが目指す最終目標は国境沿いの約700から800キロに及ぶエリアの完全な基地化。
不法移民を防ぐための壁は今、対戦車号や地雷、最新鋭のドローン兵器を組み込んだガチガチの軍事要塞へと進化しているそうです。しかし、この緊迫する最前線に立ちはだかるのは正規の軍隊だけではありませんでした。その軍隊とは自らを神の軍隊と呼ぶ民間の自衛団組織。彼らは政府や警察の人間ではなく、熱烈なキリスト教信仰と強い愛国心で集まった一般市民のナショナリストたち。彼らにとってこの国境問題は単なる不法移民対策ではなく、祖国の伝統とキリスト教の価値観を守るための聖戦そのものとのことです。そんな彼ら、神の軍隊は何をする組織なのか、実際に聞いてみました。Thank you so much, guys. My name is Shotas. Nice to meet you. Thank you. What you guys do? Patrolujemy granicę z Białorusią, żeby kontrolujemy, czy nie przychodzą do nas po prostu nielegalnie migranci. So, how dangerous is the border? Na chwilę obecną troszeczkę się to uspokoiło, jednak od samego początku było bardzo niebezpieczne, bo było bardzo dużo przekroczeń nielegalnych migrantów. Jak nie było jeszcze płotu, to w ogóle był straszny nawał tej migracji. Płot trochę to przystopował. Na początku migranci po prostu przecinali ten płot, który jest, to przecinali i przedostawali się po prostu przez płot, rozginali różnymi lewarkami i tak dalej, ale później to cały czas ewoluowało, tak? Czyli jakby uczyli się czegoś, żeby robić w jakiś inny sposób. My jesteśmy zdania, że jest to zorganizowana grupa, która zarządza w ogóle tym całym biznesem, tak? No bo mają z tego tak naprawdę pieniądze za przekroczenia, bo muszą zapłacić to bardzo duże pieniądze dla kurierów, dla przewodników i tak dalej. Czyli to jest naprawdę mocno zorganizowane, nie jest to inicjatywa imigrantów, tylko jakieś grupy ludzi, którzy to po prostu organizują, tak? Bo mają z tego pieniądze. Może zarabiają na ludziach po prostu. Tak, zarabiają na czymś nieszczęściu tak naprawdę, nie? 大きなビジネスとまでなってしまっているこの越境問題。この問題を完全に解決するため、ポーランド政府は超厳格なルールを始めました。それは不法越境者を見つけたらその場で即強制送還し、さらに国境の周りを一般人立ち入り禁止の空白地帯にするというもの。これにより密航業者とのルートを完全に断ち切った結果、2026年の最新データでは、かつて数千件あった不法越境の数がわずか158件へと激減。実に 96% カットという信じられない数字を叩き出したそうです。しかし、地上の防備がこれだけ完璧になると、今度はまさかそこからという信じられない場所から壁を突破しようとする猛者たちが現れ始めているそうです。ここがですね、国境付近の小さな村なんですけど、2025年にはベラルーシ側からポーランドへ約50メートルの地下トンネルが掘られて、約180人の不法移民がポーランド側へね、入国を試みたみたいなんですけど、約130人は拘束されたみたいなんですけど、数十人は逃走したみたいです。この不法移民問題について、国境付近の村に住む人たちはどう思っているんでしょうか。Nie mamy żadnych doświadczeń, a wręcz nikt z tych emigrantów złego nam nie uczynił, także złych doświadczeń nie mamy. Był raz jeden, który prosił o wodę, bo był bardzo spragniony, ale to było jakieś 2 lata temu? No, ze 2 lata temu. Bardzo spragniony, chciał pić. I po prostu daliśmy mu wody i poszedł sobie dalej. Komu krzywdy tu nikt nie zrobił. My złego doświadczenia z nimi nie mamy absolutnie. Prawo jest, że to nie jest potrzebne ci migranci, to nic dobrego z nich nie wyniknie, na moją myśl. No, jak ich będzie więcej, to na pewno mogą w jakiś sposób zagrozić. No. Z tego co widać, oni raczej tu pracować jakoś mocno się nie rwą i godnie tam uczciwie, spokojnie żyć. No. Nic dobrego z tym nie idzie. No. Także do Japonii ich nie wpuszczajcie. Jezus powiedział do swoich uczniów, zaprawdę powiadam wam. ポーランドの人口の約9割がカトリック。欧州の中で最も信仰が深く、宗教が社会の隅々まで根付いた国ということみたいで、その背景にあるのが過酷な歴史だそうです。
かつてポーランドは周りの大国に国をバラバラにされ、123年もの間、世界地図から完全に消滅した時代があった。母国語すら禁止されていた暗黒の時代の中で、人々の心をつなぎ、国を失った国民の心の拠り所になったのがカトリック教会だった。この強固な絆はその後の共産主義時代にも引き継がれ、教会は弾圧に立ち向かう人々にとって党の支配が及ばない自由な隠れ家となり、1989年、ポーランドはついに本当の独立を勝ち取った。宗教の力なくしてこの国が生き残ることはありえなかったと言われているみたいです。そして現在、多くのヨーロッパ諸国が宗教離れを進める中でも、ポーランドにとってカトリックは単なる個人の信仰ではなく、国家のアイデンティティそのもの。それゆえに聖書の教えは国家の在り方を決める重要な法律や政策、さらには子どもたちの学校教育のカリキュラムにまで、現在も直接的な影響を与え続けているみたいです。Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. He was killed at the border? Podczas służby na granicy, służbę mają przy samym płocie. Była próba przejścia przez nielegalnego przejścia. No i kiedy podeszli tak odeprzeć nielegalnych migrantów, to po prostu został pchnięty nożem. Ostrze się wbiło całe. No i niestety udzielona pomoc i przewiezienie do szpitala. No niestety po wyciągnięciu noża i odniesionych chyba wewnętrznych jakichś tam ran, no po prostu zmarł. Bardziej nas to utwierdziło, jak niebezpieczni ludzie próbują przejść przez granicę, jak bardzo niebezpieczni ludzie chcą dotrzeć do Polski i tak naprawdę jakie będą stwarzać nam zagrożenie, tak? Bo jeżeli posuwają się do tego, że potrafią zabić żołnierza, no to jakie stanowią zagrożenie, jakie będą stanowić zagrożenie u nas w Polsce, więc myślę, że to było dla nas większą motywacją do tego, żeby jednak wzmożyć jeszcze działania, robić tych działań i patroli jeszcze więcej. Saて今から神の軍隊によるパトロール前の食事に誘われたのでお邪魔したいなと思います。正直めっちゃ緊張しております。これがですね、ポーランドの最も伝統的なスープということで、トマトスープですね。その上にチーズが入ってるのかね。チーズと鶏肉が入ってる感じですかね。ちょっとパトロール前にいただきます。うわ、めちゃくちゃ美味しいわ。Is this cheese, right? No, it's macaroni. あ、マカロニ。これチーズじゃないみたいです。これはマカロニみたいです。うわ、このトマトソース人生の中で一番美味しいかもしれない。正直初めて出会った時はめちゃめちゃ怖かったです。なんか体もめちゃめちゃでかいし、いかついなと思って、なんかちょっと声かけづらいなっていう感じだったんですけど、こうやってねずっと接していくとすっごいおもてなししてくれます。Yes? This is different soup? próbować. Wow. Just try it. Okay. This is 見てください。こんな感じで違うスープ。豆スープですよ。いただきます。Oh, so good. This is the best tomato sauce ever had. Very good, eh? 国境の壁につながる密入国者が潜む森。ここでこれから神の軍隊が夜のパトロールを行うとのことで、特別に許可を得られたので同行してみたいなと思います。Proszę bardzo. Ojca i Syna i Ducha Świętego.
今はですね、ポーランド7時半なんですけど、まあ、日がね、長いんですよね。8時ぐらいになったら暗くなるかなっていう感じで、もう暗くなるんじゃうかなと思うんですけど、めちゃめちゃ足場悪いですし、迷路みたい。今でもね、なかなかどこにおるかもわからんけど、夜になったらもっとやろな。すごいところ、海を抜けてくるんやな。When you find an illegal immigrant, what do you do? Dzwonimy na Straż Graniczną, tak? Pierwsze, jeżeli ktoś tam potrzebuje pomocy, to udzielamy pomocy. Następnie dzwonimy na Straż Graniczną, czyli na odpowiednie służby, które się nimi zajmą. Nie? Why border patrols are not able to patrol at night? Znaczy patrolować mogą, jeździć, nie mogą wchodzić do lasu. Tak samo i wojsko nie może wchodzić do lasu ze względów bezpieczeństwa. Kwestie bezpieczeństwa to są to właśnie, że są takie, że w nocy w ogóle tak nie widać przede wszystkim osób, które gdzieś tam się skrywają, a drugie to jest to, że migrant może zaatakować. What happens if they attack you guys? How you defend? Gaz pieprzowy mamy, każdy praktycznie tutaj ma. Pałka teleskopowa. That's a paper gun. Krzyknij w oczy. No. Try. No. That's a paper gun. Okay. You have a knife too? Tak. Każdy. Scyzoryk. Tak i każdy, kto ma jakieś tam podręczne, tak. What's your opinion about shooting down illegal immigrants? Jeżeli jest zagrożenie życia, to jak najbardziej. Moim zdaniem jest to uzasadnione, tym bardziej, że Straż Graniczna jest po to, żeby bronić granicy, a nie stać bezczynnie i nie móc reagować. Przykładem jest śmierć sierżanta Mateusza Sitka, gdzie żeby były możliwości odparcia bezpośredniego ataku, być może do takiej tragedii by nie doszło.近年移民問題や物価の高騰をきっかけに欧州全域で勢力を拡大する自国第一主義のうねり、その中心地となっているのがポーランド。毎年11月の独立記念日には首都ワルシャワに世界中から活動家や過激な若者、 EU の規制に抗う人々が集結し、巨大な独立行進が繰り広げられる。彼らは国を奪われ続けたポーランドの切実な自衛本能に共鳴し、この国を最後の砦と仰いでいる。主権の奪還、信仰の死守、経済の自立、共通の使命を掲げて強固に連帯するその勢力は、ヨーロッパの在り方を根底から変えてしまうほどの熱を今、帯び始めているとのことです。Pragniemy szanować naszą kulturę przodków, a przede wszystkim naukę Kościoła, jaką się kierujemy, prawda? Natomiast jeżeli to, co się dzieje w Europie, jest wielką obłudą rządzących, którzy mówią nam, że to jest właśnie zgodne z nauką Kościoła, żeby przyjmować uchodźców, żeby ich ugościć. To jest nowa forma wojny, która wiemy o tym doskonale, jak to wygląda w krajach, w Niemczech czy we Francji. Ludzie są zagrożeni, młode osoby są zagrożone, głównie kobiety są gwałcone. Nam się wydawało na początku, że jak mieszkamy w Polsce i takie rzeczy się dzieją, to dla każdego Polaka to jest oczywiste, że trzeba zareagować, żeby po prostu bronić naszych przyszłych pokoleń, nawet patrząc na te dzieci biedne, patrząc dzięki internetowi widzimy, co się dzieje w innych krajach. Chcemy zapobiegać temu. I nagle się okazuje, że rząd jest przeciwko tobie, że ludzie, sąsiedzi sterowani właśnie przez polaryzację tych mediów, które tak naprawdę zrobią z nas jakichś faszystów, jakichś łobuzów, nie wiadomo kogo tak naprawdę chcą z nas na każdym kroku zniszczyć. Człowiek zaczyna po prostu tracić wiarę, no i gdyby nie Pan Bóg, to byśmy pewnie się już dawno porozchodzili każdy w swoją stronę, bo zwyczajnie to za duże siły działają na ludzi, którzy chcą służyć swojej ojczyźnie. Tu nie trzeba szukać jakichś nie wiadomo jakich podtekstów, żadne partie nie dają nam żadnych pieniędzy, nie mamy tutaj nie wiadomo czego, po prostu zwykła chęć ochrony siebie i swoich bliskich i my tak naprawdę też z tym walczymy, nie fizycznie, ale duchowo. Chcemy ten patriotyzm wzbudzić w narodzie, a ten okres właśnie zagrożenia wojną uważamy, że jest
jest bardzo zły, jest wielkim zagrożeniem, ale też nie należy się poddawać. Jest dobry moment, żeby też ewangelizować młodych ludzi, szerzyć ten patriotyzm, także po prostu wierzymy w to, co robimy. Jakbyśmy w to nie wierzyli, to by było po nas, nie było. byśmy stracili sens. 欧州全域を席巻する自国第一主義の聖地、そう呼ばれる熱狂の裏側でポーランドにはもう一つの正義が息づいている。どんな背景にあろうと死に直面している人間を助けるのは人間としての最低限の義務であると主張し活動する人々もいるみたいです。 So, what kind of activity are you involved in? I'm a human rights defender, and since many years I work on different borders of European Union, trying to help refugees who don't get support of European Union citizens. So, what's your opinion about how Polish immigration policy right now? It makes me very sad to see that my country is not able to take few thousand of people in very, very strong need, people coming from Afghanistan, Syria, Somalia, Eritrea, people who run away from wars. In theory, Poland is obliged to go together with a convention, Geneva Convention for refugees, also Polish constitution and different legal frame. In practice, nobody is allowed to apply for international protection. Doesn't matter if they have documents, if they are underage, if they are disabled. There is thousands of pregnant women on Polish-Belarusian border who are not allowed to enter even on the border crossing. There is a lot of propaganda about this topic in Polish media and between Polish politics. I've met myself thousands of people there who need our help. 世界で最も移民に厳しいとされるポーランド。しかし現実には外国人の居住許可の発行数で数年連続の EU トップを記録しているという矛盾が生じている。理想だけで国は維持できず、急速に進む少子高齢化の中でポーランドは犯罪につながる不法移民は一歩も入れないが、経済を回す合法的な労働者なら歓迎するという冷徹に割り切る判断を下した。過去、文化や言語、宗教が非常に近い隣国ウクライナの労働者が大半だったが、今やアジアや南米からも急増している。優秀なエンジニアや技術者に対しても迅速に居住許可を発行して国内へ招き入れることで、この国は伝統や治安を守りながら労働力だけをスマートに手に入れているみたいです。Of course we do need people to work, but what we decided is not to have wrong proportions in a society. The rest of the countries in Europe, they decided, okay, we don't care how many of us are here, let's bring more and more and more refugees, migrants or workforce. No, you have to have a healthy proportions, then it works. So do you think it's very important to limit? Of course, you have to do it. You have to do it because you will destroy your own nation. It's going to take years, but it's going to be destroyed. It doesn't make sense to grow economy and be dead. Yeah. It's not logical. Keep healthy proportions. Yes. Do you think it's propaganda people say if you bring the illegal immigrant, the country is gonna destroy it? There is nothing like illegal migrant. This is a phrase that is logically not proper. People come in irregular routes, like Polish-Belarusian border, but they are allowed to apply for international protection. It is the decision of the country, in this case Poland, if we give this international protection. Of course, not every person coming through this border should get protection and asylum in Poland, but it should go through the process. What about if people jump the fence? Every person coming to a different country has a reason. We cannot judge within 1 second if this person is allowed to get asylum or not. Refugees have no reason to be aggressive to the country they try to enter. They are forced to throw stones or to jump through the fence. I spent months in the forest with refugees. I never felt any danger. 混乱を極める世界情勢の中、誰もが心に抱く願い、それは多
大切な家族を、そして自らの祖国を守りたいという人としての普遍的な思い。しかし、辿ってきた歴史や過去の違いによってその正義の姿は一様ではない。ある人はこういう。過酷な現実から身内を守るために国境を主視することこそが正義だと。またある人はこういう。国家の枠組みに縛られず、困っている人を人道的に救うことこそが正義だと。自国の歴史や文化を守るための合理性か、人間としての尊厳を保ち続けるための理想か、どちらの主張の奥底にもそれぞれの正義と守るべきアイデンティティが存在している。You've got so much beautiful things. Japan brought to the world so much beautiful things, and you should be proud as well and protect it. You have to answer yourself, why do you love your country? Why would you die for it? Why would you protect it? The nation, the history will stay forever. No one ever will take these beautiful dynasties and beautiful history of Japan. Never. This is what you fight for your identity, traditions, and the future, for your children. Migration became very political in Europe, but it doesn't have to be political. You know, migration, there was always migration. People were traveling the world since thousands of years. Migration is like wind. It's there. Sometimes it's stronger, sometimes it's weaker, sometimes it destroys, sometimes it helps. But if we learn how to use wind, how sail is built, or how meals are built, we can only gain from it. 皆さんは今回の動画を見て何を感じますか？今僕たちは国家、そして人間にとって守るべきものとは一体何なのかという根源的な問いを突きつけられているような気がします。何が悪で何が正義なのか、その境界線を決めるのは一人一人の信念のあり方なのかもしれません。動画がいいなと思ったらチャンネル登録のほどよろしくお願いします。ポーランドからでございます。アディオース。